評価、納得感を上げる7つのステップということで、評価ですね。人事評価についてのお話になります。評価に納得できないときどうすればいいですか？上司と見方が違う評価の理由が腹落ちしないとあります。皆さんもご経験があるのかなと思うんですけども、なんで人事評価に納得できないか。いろんな理由があると思うんですけれども、評価基準が抽象的、なんか主体性とか協調性みたいな感じで中性的だったり、あと期待値のすり合わせが、できてないよねってこととか。あと、どう判断されたのかっていうプロセスがしっかり説明されていなかったり、あとは、上司の主観、好き嫌いですかっていうようなことがあったり、あと、全部を納得した上でも、それでもやっぱり自分の評価おかしくないですかっていう不満もあると思います。100% 不満、納得できないっていう感情をなくすことはできないとは思うんですけれども、いかに、納得感を上げるかっていうことで、ステップを踏んで、詳細に、わかりやすくまとめられています。で、まずステップ1のところで、納得感とは何かを社内で揃えると。で、納得感は人によって意味がずれるけれども、最低限次の3つを満たす状態を目標とするとぶれないということで、この3つが重要ですよ。で、1つは、何が根拠でこの評価になったかが説明できる。で、2つ目、次に何をすれば上がるか、行動がわかる。で、3つ目、上司が違っても極端に結果が変わらない。この3つを目標としてください。で、まずこの1つ目のことについては、ステップ4ですかね。ステップ4。対面の時に、評価面談の時には、しっかり事実を確認しましょうと。この期間に起きたこと、成果であったり、行動であったり、状況ってこういうことがありましたよねっていうふうな説明をすると。で、次に理由。それが評価基準のどこに当たるかを説明して、これでどういうふうな評価になったんですよっていう、説明ができるようにすると。で、次に何をすれば上がるかというのはステップ6ですかね。評価結果は次の行動がわかる形で渡す。で、社員が欲しいのは点数より次にどう動けばよいかということで、良かった事実で、期待との差、どこが足りなかった、で、どこを伸ばしたらこうなりますよと。で、次にやること、次にこういうことをやっていきましょう。あと、上司の支援。じゃあ、こちらからはこういうことをやっていくので、この行動を目標にしていきましょうね、みたいな感じで、成長の案内図になるような、評価の説明をしていかなきゃいけないことになります。で、この4番と6番を、正確にやるってことになると、このステップ3ですかね。期末に慌てないために事実を貯めるっていうことで、しっかり事実をお話しして、どういう基準で、評価がこうされた。で、次はこういうことやりましょうっていう話をするときに、やっぱりこの最初にその期にあったことをしっかり事実として、残しておかなきゃいけない。忘れちゃいますからね。で、月に1回、面談をして、で、本人もどういうことを自分は今回、こういう成果があったと、こういう工夫したと。で、逆にこういうことがうまくいかなかった、こういうことが困っているってことを出してもらう。で、逆に評価者の方も、自分はここはこうだよね。こういうふうに思ったけど、ここはどうみたいな感じで、その、短期の間でどういうことがあったかっていうのをしっかりと、数字とか成果物とかメモ等で、残しておくことで、期末の、評価面談の時の、なんですかね、揉め事がかなり減るということになります。で、もちろんこの最後の3つ目の評価者で、結果が変わるっていうことを防ぐためにも、評価者同士で、基準の読み合わせもしっかりやる必要があるよということになります。で、その他も、ステップで詳しく出てるんですけれども、最後まとめとして、その評価の納得感っていうのは、期待が
事前に明確化、どういうものかっていうのが明確化で、事実がちゃんと積み上がっているか、で、判断の道筋がちゃんと説明されているか、で、上司間の基準の読み方がちゃんと揃っているか、このあたりが揃って初めて、その評価制度として機能するし、評価される側も、納得感が高くなる、基準かなと思います。で、納得が高いっていうのはイコール評価が高いということではなくて、で、自分の評価がどういう事実で、どのような基準で判断されたかが、理解できる状態。これが、納得が高いことということですので、ちょうどハルズもこれから評価の期間に入ってきますので、評価する側もされる側も、こういう意識を持って、評価に臨んでいただければなと思います。で、ちょっと先日別のクライアントさん、うちのクライアントさんとお話ししたところ、そこのお知り合いの会社は、この評価、人事評価っていうのをもう丸ごと外部委託していると。で、別に人員が足りないとか時間が足りないっていうことではなくて、とにかくその会社にとって、その人事評価っていうのが非常に重要である。で、非常に重要であるから、多少高くお金がかかっても、しっかりとしたところに、外部に委託するっていうふうな、方針をとっているということでした。メリット、デメリットあるかと思うんですけれども、そういう選択肢も一つあるのかなと思いました。はい、本日は以上となります。